使う用紙はウォーターフォードの F4 です。水を引きます。薄毛です。こちらの青の色は空に薄塗りをしていきます。では円形の緑を塗っていきます。円形はウルトラマリンライトとイエローを足します。こちらを塗っていきます。水を引いているのでにじみますので、水分の筆にあんまりたくさん絵の具を吸い込ませると広がりすぎてしまうので気をつけてください。手前の道を塗っていきます。手前の道はいつも使っているバントアンバーとウルトラマリンディープです。で今この色で塗るんですけども、これを少し薄めます。ここにイエローカーを少しにじませます。イエローカー入れることで明るくなりますね。はい、では、下塗りが終わりましたので、一旦ここで乾かします。はい、では乾かしました。この辺にある、緑ですね。緑の木を描いていきます。フルシャンブルーと黄色、少しイエローカーを足します。少しドライブラシ気味でいきたいので筆を割って塗っていきます。最初ちょっと黄色多めですね。ではここに、暗い色をにじませていきます。こちらの筆ですと水がたっぷり入りすぎますので筆を変えます。こちらの、リセブルの筆にしていきます。色は一緒ですね。こちらに濃い色を、水分が少なくなるだけで絵の具は色が濃くなりますので、下の色が濡れていますのでにじんでいきます。こちらウェットインウェットになります。ではですね、こちらを上だけ仕上げずに、こちらのアジサイの葉の方を入れていきます。こちらの筆に持ち替えます。サップグリーンとですね、フォルベインのパーマネントグリーンナンバー1を足します。それとイエローを足します。そうすると非常に明るくなります。こちらで葉を描いていきます。アジサイを抜かしてですね、葉を描きます。このリス毛の筆を一回ふっとグッと当てるだけでちょうどアジサイの葉の形になりますので、そういうふうにやっていっていただけると簡単かなと思います。
エッジを少しぼかします。はい、では暗い色をつけていきます。シャドウグリーンです。シャドウグリーンとこの作った紫ですね、赤と、青のウルトラマリンを出します。少し紫を感じさせる黒です。ではこの色を、このアジサイの中にも入れていきます。写真を見ると暗くなっていますので、そこに入れていく感じです。ただ葉が濡れてますので、そこの濡れているところにですね差し込むという感じです。このアジサイの下が非常に暗くなってますので、この色にですね色をにじませていきます。ここの部分をもう少し暗くして遠くのアジサイを出していきたいと思います。色は、円形に使ったウルトラマリンライトとバーントアンバーを混ぜて暗くします。ここに、木がありますので木は抜いていきます。この色が暗いので入れておきます。はい、ではですね、ここの、暗い色を入れていきたいと思います。でこの木がこのお堂の屋根よりも前に出てる葉もありますので、先にこの屋根を塗ってしまいます。お堂の色は、屋根が赤いので、強くします。茶色でバンドアンバーでここに木があるんですが、ちょっと木を無視して銅の色を塗っておきます。こちら側がグレーの屋根なので、この辺にある汚い色をですね薄くしてドライブラシでかけます。そこが全く見えなくなってるんですが、木で隠れてるんですけども、ちょっと想像してこんな感じになってるのかなということで入れておきます。このお堂が屋根から柱がたくさん出てるので、ちょっと入れておきます。
っと適当なんですけども、はい、ではこちらをドライブラシで仕上げていきます。でこちらを使います。一応緑ですのでシャドウグリーンを基本として、シャドウグリーンに少し黄色を入れてですね、明るい色からやっていきます。でを寝かせて、こちら側が暗いのでウルトラマリンとパーマネントローズを入れてより暗くします。でこちら側を非常に濃くするとですね、バランスが悪くなりますので、こちらの幹を濃く描いていきます。こちらの筆に持ち替えます。では、こちらの紫陽花の方にもこのぐらいのですね濃い色を入れていきます。ここに使った色と同じ色を使います。お堂の柱の部分をリフトアウトで取っていきます。ちょっと白くしたいんですね。白くすると効きますので、ちょっと取ります。